世界一面白いアクション RPG を作る。これを人生のメインクエストに掲げております。はい、高と申します。今ですね、とあるエリアの制作を行ってるんですけども、こちらですね、中央にめちゃくちゃでかい市場があって、その隣にね、ちょっとボロっちい建物、そして周りには橋だったり山道なんかが広がってるという感じなんですが、この山道部分ですね、お気づきでしょうか。白色のね、ボックス状というか、キューブ状の物体で構成されてます。これ何かっていうと、マップデザインのプロトタイプ用の仮置き素材になってます。こういった単純な形状のね、オブジェクトを最初仮置きとして並べていって、建物の形だったり、マップ全体の構造、この道とこの道をつなげたいなとか、そういうところをある程度ね、決定してしまってから、実際にこういった建物のパーツなどを用いて、実際のビジュアルを作っていくというような流れで作業が進んでいきます。今回はね、そのマップデザインの流れの中で、自分が考えていることだったりとか、気をつけていることなんかを中心に話していこうかなと思います。それでは早速行ってみましょう。ではまず建物の中から始めていきましょうか。ここですね、エリアのスタート地点になってます。なのでチェックポイントをね、配置する予定です。つまり死んだ時はここからやり直せるというところですね。で、前に進んでいくと屋上エリア、正規ルートが広がってるんですが、ここね、左に進んでいくと小部屋があります。机と椅子があって、何やらメモのようなものが置かれていそうですよね。この辺でね、ストーリーとか世界観関連のテキストをね、読めるようにしようと思ってるんですけど、この建物ですね、とある作業場だったんですよね。巨大な地閥。まだね、エネルギーを発散している途中の巨大な地閥の隣にね、ある建物。作業所で一体何が行われていたのか、ここに落ちてるね、テキストを拾って読むことができれば、少しはね、そのヒントなんかが書かれているんじゃないかなと思います。で、この小部屋ですね、上を見上げるとなんかめちゃくちゃ穴開いてるんですけど、これね、後々つなげようと思っているところです。突貫工事でとりあえずつなげといたんで、めちゃくちゃ変なね、違法建築みたいな感じになっちゃってるんですけど、後々ね、ここは手を入れていく予定です。こういったいわゆるショートカットルートはね、ホワイトボックス、ホワイトキューブで下書きをする時点でね、すでにこの辺にしようっていう風に当たりをつけておかないと、後々ね、無理やり追加していくっていうのはちょっと厳しいかなと思ってます。一応このステージの構造としては、ここからね、屋上エリアから建物内部を通って下に降りていって、で、橋を渡って山道へ。そして山道を登っていったところで分岐ルートがあって左に進んでいくと、現在のこの小部屋のちょうど上ですね、塔の上に戻ってくると。で、はしごなんかを蹴落としてショートカット開通というような構造になってます。では次に進んでいきまして、屋上エリアですね。ここをゲーム的な要件としては、メイを使うアクション、つまり MP 消費アクションのチュートリアルをね、ちょっとここいらで挟みたいなと思っていたので、比較的ね、フラットな戦いやすい地形での戦闘を2回ほど発生させたいなというような要件がありました。なので、まずここの屋上で1戦闘目、それからこちらの階段を降りて、建物内部に入って、またここで2戦闘目というような感じで要件を満たしています。ただですね、この建物は今のところね、豆腐ハウスというか、構造が豆腐なのは別にいいんですけど、ちょっとね、この床とかを近くで見たときに、やっぱりどうしても同じ素材をね、連続して並べているので、こうのっぺりした印象というか、クオリティ低めな印象に見えてしまうのが問題かなと思ってます。で、反対に、この建物外から見た時の、ここの見た目とかね、個人的にはめちゃくちゃ好きなんですよ。なんか同じアセット素材使ってるのに、全然見た目の印象違うじゃないですか。こっちの方がなんかグラフィックよく見えるというか、やっぱりね、オブジェクトの配置の仕方にかなりね、コツがあると思ってて、例えばこの一番上の部品とかはね、崩れた城壁って感じの素材なんですけど、壁に食い込ませるためのね、爪があったりとか、こういった細かい凹凸なんかがよりたくさんあればあるほど、複雑な形になっていればいるほど、印象の話ですけどね、クオリティ高く見えるなと思っていて、それなんでかっていうと、やっぱり影の付き方がね、変わったりとか、あとはこの窓にはめ込まれている鉄格子、後ろからね、光、これ松明の炎なんですけど、光の感じとかもね、凹凸がたくさんあることで、より映えるんじゃないかなというふうに個人的には思ってるので、その2点ですよね。いろいろな素材を使うこと、それから凹凸をたくさん作ることっていうのを意識してね、もうちょいツルッツルな豆腐じゃなくてね、見応えのある豆腐にしていきたいなと思ってます。この甲子園
弦の外壁とかにね、巻きついてるようなツタなんかもめちゃくちゃ使いやすいですよね。これあるだけでぐっと印象も変わってくるかなと思います。でこの建物全体の構造自体の話なんですけど、少し単純すぎるんじゃないかって思われる方もいらっしゃると思うんですけど、ここちょっとね、まだチュートリアルエリアなんで、あえてね、豆腐気味に作ってるっていうところはあったりします。ちょっとそこに関してはステージ後半のね、建造物なんかでもう少しね、味変していこうと思ってるので、そちらの方をお楽しみに。ではこのままどんどん進んでいきましょう。バルコニー抜けてウッドデッキを通って吊り橋へと繋がっていくというような流れで攻略していくんですが、ここでちょっとね、円形の方に見える巨大な岩に関してちょっと話したいと思います。あちらの岩ですね。右側で空中浮遊している建物に関してはちょっと見なかったことにしてください。下書きで使ってたものですね。こっちの岩の話したいんですけど、これ実はね、非表示にすると、そうなんです。韓流の貼り付けがね、さらに奥に見えるというような位置関係になってます。つまり、この岩設置した意図としては、竜の存在を隠したいっていうことなんですよね。まさかのドラゴン殺しではなく、ドラゴン隠しとしてね、巨大な岩を用いたというお話でございます。なんでこの韓流の貼り付け見せたくないかっていうと、前回の動画でもご紹介したね、教会があった方のエリア、あそこもチュートリアルエリアなんですけど、あちらでもね、一切韓流の貼り付け見えないような位置関係になってます。じゃあどこでね、初めてあの貼り付けを見ることができるのかっていうと、このチュートリアルステージをね、最後まで攻略した時ですね、一番上の岩山の上にね、チュートリアルエリアの大ボスを配置しようと思ってるんですけど、そいつを倒して、ドアなりなんなりをくぐった先でバーンということでね、ファーストステージの真の姿が見えてくると。これ気持ちよさそうっすよね。ここのドラゴンビューでね、バーンとタイトルロゴとか出しても面白いかもしれません。この演出の流れをやりたくて、ずっとね、チュートリアルステージ中は韓流の貼り付けを見せたくないというような意図がありました。で、最後にちょっとね、前回から引き続きカメラの話をね、ちょっとしたいと思うんですけど、前回はカメラの振動を追加したっていうことだったんですけど、今回はカメラの透過処理っていうのを追加しました。これね、他のゲームでもあるあるだと思うんですけど、特にソウルシリーズとかモンハンシリーズなんかで壁際にね、追い込まれた時にカメラがめちゃくちゃ荒ぶっちゃって、ちょっとなんというかこうカメラのせいで死んじゃったなみたいな瞬間ってやっぱりどうしてもあると思うんですよね。それをちょっと解決したいなというふうに思ってまして、この仕様自体は旧知抜からあったんですけど、うちのカメラはね、壁にめり込んでいくようになってます。で、めり込んだ部分に関しては、透過処理が入りまして、プレイヤー、それから敵の動きもクリアにね、ずっと見えるようになってます。普通のゲームってね、だいたいこう壁にカメラがめり込まないようになってて、その代わり壁際に追い込まれるとね、プレイヤーとカメラの距離がめちゃくちゃ近くなって、カメラがどうしても荒ぶっちゃうというような問題があるんですけども、そこを解決したかったというような意図になりますね。ただし、この透過処理にも弱点はありまして、ちょっとね、壁にカメラがめり込んだ時に、壁の向こう側がね、少し見えちゃうっていうのが一応問題点としてあるんですけど、これね、実は結構大きな問題だとは思うんですよ。なんかこう見た目がねバグっぽい見た目になっちゃうんで、そういうところを嫌ってね、大手のゲームとかはよく壁にはカメラがめり込まないようになってることが多いんですけど、ちょっとうちのゲーム千葉ではね、やはり戦闘の面白さっていうところに重きを置きたいので、ここはねちょっと快適性を優先して思い切ったねカメラの使用でいこうかなと思ってます。旧千葉の時もね同様の仕様をやってたんで、そこからより改善してね今回の仕様に落とし込んだという形になります。壁際に押しやられた時もね、いつもと同じ距離のところにカメラがあって、でプレイヤーの周りはね円形に壁が透過されますので、敵の動きなんかもよくクリアに見えることができると。でその透過処理がなされている円形のところ以外はねちゃんと壁が見えるようになっているので、自分が壁際にね追い詰められてるっていう状況自体も把握できるようになってるんじゃないかなと思います。というわけで今回はこの辺で終わりたいと思います。お疲れ様でした。